サナ、ひとまず戻ろう。やっと帰ってきた。しまったな。野営の用意をしていくべきだった。取って返すことになるとは思いませんでしたし、仕方ありません。僕も限界。足が豆だらけ。このまま休ませていただきます。サナ、大丈夫か？海の楽園を出てから元気がないけど。そうなことないと思うけどな。俺ちょっと散歩してくるね。え？あ、うん。サナ。波の音がしない浜辺っておかしな感じ。サナー！ん？砂の上って走るの疲れるな。これが砂浜ランニングだよ、ハルリット。テストに行ってるよ。どうしたの二人とも。サナこそどうしたのだよ。僕たちの知らないうちに何かあったの？ずっと難しい顔して気になるよ。ごめん、心配させて。俺は反省してた。反省って何を？ハルリットたちも見たでしょ、精霊様の祠。あれがあるってことは昔は誰かが祀ってたってことだよ。確かに。でもどうやってあそこまで行ったんだろう。本来は海の底なのに。ちゃんと方法があったんだと思う。俺たちが忘れちゃっただけで。ほら、お祈りしたら精霊様が海を割って道を作ってくれるとかさ。ありそうありそう。でも祠すっかり崩れちゃってたね。今も精霊様を祀るお祭りはあるんだけど、みんな食べたり踊ったりする日って感じになってて、お祭りの意味を考えてる人は少ないかもね。そういうのってあるよな。伝統がいつの間にかただの習慣になって、それも忘れられて。精霊様はっきりとは分からなかったけど、多分悲しいって言ってた。それと怒ってた。俺の責任だよね。俺はこの国のフラガリアだもん。大事な海を守ってくれてる精霊様を俺たちも守らなくちゃいけなかったのに。でもあの様子だとサナーがフラガリアになる前からもう忘れられちゃってたと思うよ。それでも今のフラガリアは俺なんだから、俺の責任だよ。シーズとか関係なく俺が何とかしなくちゃダメだと思う。精霊様に話を聞いてほしいけど難しそうだったよね。どうすればいいんだろう。大丈夫かリミちゃん。立てる？はいってありがとう。足がもつれた。この国に来てから歩きっぱなしだもんな。この先にいい場所があるよ。リミちゃん、もう少しだけ頑張れる？座れるとこ。確定ご褒美があるなら頑張れる。うん。でっかい流木のベンチ、俺のお気に入りの場所。行きます。流木が真っ二つだ。なあ、これじゃ座れないね。ごめんリミちゃん。僕のことはいいよ。でも残念だね。サナーのお気に入りだったんでしょ？だいぶ前から
あっちが欠けたりこっちが割れたりしてたしね。まあすっごい昔からここにあったから結構いろんな思い出あるけど。そうだよ、こういうの悲しいよ。でもしょうがなくない？しょうがないけど悲しくない？悲しいけどしょうがなくない？しょうがないけどさ、悲しいよね。悲しいよ、悲しいけどでもしょうがないじゃん。サナ、サナ、やっぱり俺たち先に戻ってようか。ハルリット。サナを置いてくの？一人の方がいい時もあるよ。行こう、リミちゃん。うん。サナ、後でね。ありがとうリミちゃん、ハルリット。精霊様、また来ました。今日は話を聞いてくれるかな。中に入ろう。さすがに2日連続は体力使うね。最近よく眠れていないようですが、大丈夫ですか？王国をこれだけ離れてると夢見も悪いっていうか。ところで昨日はそれどころじゃなかったけど感じるな。ええ、シーズの気配だ。すごく奥に潜んでるような曖昧な気配だけど。ここで浄化魔法使って大丈夫だよね。崩れちゃったりしないよね。ちょっと心配かも。精霊様、フラガリアのサナーです。また来たよ。あのね、今日は話を。精霊様、今日は俺帰らないよ。話を聞いてほしいんだ。少し静かになった。お話聞いてくれるかな？精霊様、まずはごめんなさい。長い間悲しい思いをさせたよね。俺たちの自慢の海を守ってくれてるのは精霊様だったのに、お祈りもお供えもいつの間にか忘れてちゃんとしてなかった。本当にごめんなさい。お返事ないね。精霊様も考え込んでるのかもしれないね。俺どうしたらいいかすごく考えた。俺たち精霊様のこと完全に忘れちゃったわけじゃないんだ。どうしたらそれを伝えられるのかなって。それでこれ見える？あ、精霊様グッズ。いつの間にあんなに夕べ集めてきたのかな。シールでしょ。ノートに手ぬぐいにバッグもある。可愛くない？ウサハナ王国のみんなが作ったんだよ。精霊様の姿は知らないから一生懸命想像して書いてさ。わかる？どれもそばに置いておけるものばっかりなんだ。精霊様を身近に感じていたくて作ったんだ。俺たち精霊様のこと忘れてないよ。やり方がちょっと変わっちゃっただけで忘れたわけじゃないんだよ。うん、もちろん本当だよ。あとね、俺考えたんだ。王国に精霊様を祀る小さい祠がいっぱいあるじゃん。それを順番に直して。
精霊様？精霊様、嘘なんかじゃないよ。どうすれば信じてくれる？サナ、洞窟の奥なんか光ってる。もしかして精霊様じゃない？ってなんでシーズの気配がするの？サナ、気をつけろ。うわっ！サナ！かなしい。サナ、大丈夫？どういうことだ。あそこに浮いてる光の玉は精霊様だよな。まるでシーズと一体化してるみたいに見える。操られてる、いや取りつかれてるって感じかな。心の中の不安をシーズが増幅させてるんだろうね。そのせいで精霊様の力が暴走した。結果海が消えた。シーズはそんなことまでできるのですね。ちょっとメロレド、相手は精霊様だよ。この状態で浄化魔法が効くかどうか試しただけ。どうやらダメみたいだ。まずはシーズを精霊様から切り離さなきゃならないってことか。多分ね。しかしどうすれば。シーズは精霊様の不安に引き寄せられてきた。精霊様はずっと寂しくて悲しくて不安だったんだ。いつか本当に忘れられちゃうんじゃないかって。花ちゃん、俺も花ちゃんみたいにハッピーをシェアできるかな。精霊様、また来ることができたらもっとちゃんとやるけど、今できるだけやってみるね。よいしょっと。あとここも。サナ、何してるんだ。わかった、祠をテコってるんだ。精霊様のシールで。デコってる時ね、俺よく考えるんだよね。キラキラしたシールとかハッピーな色のネイルラッカーとか、どんな人がどんな気持ちで作ったのかなーって。誰かが誰かをハッピーにしようとしてくれたわけじゃん。それってすっごくいいじゃん。手伝うよサナ。僕もやる。俺も。みんなお願い。まだシールあるなら僕にもちょうだい。僕こういうのストーリー性を大事にするタイプなんだよね。私は絵画的に飾りたくなります。いいねいいね。みんな好きにデコってよ。デコに正解はないからさ。できた。これだけデコれば精霊様も寂しくないよな。ちょっとやりすぎた感も否めないけど。いいじゃんいいじゃん。やりすぎてるくらいの方が賑やかだよ。精霊様、これで俺たちのこと忘れないよね。俺たちも忘れないよ。精霊様のこと、今日のこと、ずーっと心の中に残ってるハッピーな思い出として。頑張れ精霊様。シーズなんかに負けちゃダメだよ。シーズが離れた。なんだ、本体は大したシーズじゃないね。サナ一人で大丈夫なんじゃない？シーズ、君が何をしたいのかまだよくわかんないけど、ウサハナ王国の大事な大事な精霊様の心に入り込んだことは俺めっちゃ怒ってるよ。精霊様の様子が。光が弱まって何かの形に。
小さな人のように見えますが。もしかしてこれが精霊様の本当のお姿？かわいい、雫の妖精みたい。元の姿を忘れちゃうくらい不安だったんだね。もう大丈夫だよ、約束する、精霊様。あ、海返してくれるって。やったなサナ。お、返してくれるって今？つまりこの海の楽園は海の底に戻るってことだね。早く出た方がよくない？いいかも。すっごい人でしょ。しばらくは毎日こんな感じだよ。これだけの人が集まるのもすごいけど、たった数日でサーフィン大会の準備をしたのもすごいよ。僕たちが作った精霊様顔はめパネルもフォトスポットとして大人気。全身筋肉痛でバッキバキの中頑張りました。海の楽園から走って帰ってきたもんな。なあ、精霊様って結構思い切りがいいみたい。海の楽園に行く方法見つかりそうか？いろいろ調べてる。昔のお祭りの記録やおまじないの本を見たりとか、あと古い歌なんかもヒントがあるかもしれないじゃん。だからそういうのを知ってる人に聞いたり。大変なお仕事だ。いつか見つかるといいね。うん。俺ね、フェスティバルもうやめちゃおうかなって思ってた時もあったんだ。そうなの？フェスティバルの時期だけ外から人がいっぱい来て、終わったらみんないなくなっちゃう。どれだけ盛り上がっても結局一瞬だけじゃんって。それは毎年そんな思いをするくらいなら、いっそフェスティバルなんかない方がいいじゃんって。だから海が消えた時、俺のせいかもって思った。花ちゃんのフラガリアなのにそんなことを考えたから、罰が当たったんだって。サナ。でも今はもう違うよな。うん。フェスティバルが終わっても思い出は消えない。ハッピーだった記憶は俺の中に残るし、シェアもできる。それにさ、今俺がやってるみたいにずっと後になってから振り返ったり思い出したりしてもらえることもあるんだって知ったから。ほんとそうだね。残っててよかったね。絵も祠も。絵を描いたり祠を作ったりするのもサナの言うシェアと同じなのかもしれないな。つまり伝えるってことだろ。そうじゃん。昔の人もシェアしてたんだ。ほらね。やっぱりシェアって最高ってわけで、俺たちもパネルに顔をはめてみる？顔を出す穴は2つだけだから俺は見てるよ。ハロリット逃がさないよ。捕まえてリミちゃん。とりゃ。うわー、勘弁してくれよ。いたいた。向こうに席を取ったよ。みんなで少し涼まない？ブルース助かったよ。助かった？ほんと暑いね。さすがの僕も海に入りたくなるよ。入りますか？いい。全員揃ったところでさ、ちょっといい？うん。はい、みんなにお土産。なにこれかわいい。貝殻細工もらっていいの？もちろん。俺たちの旅も終わりだもんね。記念にみんなでおそろもいいっしょ。みんなでお揃い。俺こういうの初めてだ。ありがとう。大事にするよ。ありがとうございます。美しい文様ですね。おや、
これはただの貝殻じゃないね。魔法具かな。そう、通信用の魔法具。俺たちがお互いに連絡取りやすいようにって。うちの国はこういう工芸品も得意なんだ。へえ、よくできてる。ありがとところで旅ってこれでおしまいなんだっけ？メロルドの国行ってないよね。円卓会議で上がったシーズ事件は全部解決できた。マイメロディ王国にはシーズは出てないから俺たちが行く必要はないわけだけど。う。別に来てくれてもいいよ。見学ツアーを組もうか。俺メロルドの国興味ある。ふーん。みんなの国を見てたくさん勉強になったんだ。ハローキティ王国が誇れるところも気づいたし、取り入れたいと思うところもあった。せっかく旅に出してもらったこの機会に大陸のすべての国を見てちゃんと持ち帰って王国のためになんで僕を見るの？また理想ばっかり語ってって言われるかと思って。実際まだその通りだからさ。言ってないし言おうともしてないけど。そうか。もちろん今もどこかでシーズが出現してる可能性はあるし、これからも油断はできないわけだけど。行ってきなよハルリット。いろんな国を見るって本当に素晴らしいことだよ。みんなはどうするんだ？俺はプリンのところに帰ろうと思う。危機は脱したと言っても安心はできないからね。私もそろそろマロン様のお顔を拝見したくなりましたので。僕迷っちゃうな。もう少しサナーの国にいようかなって考えてるんだけど。うちは大歓迎。ほんと？キリミ様にも確認取ってみるね。徹夜でゲームしないって約束します。ということ僕はハルリットを連れて国に帰るってことだね。ようこそマイメロディ王国へ、ハルリット。はお邪魔します。ハルリットさんならメロルドの国からたくさんのことを学べると思いますよ。面白いくらいの大国だから一度見ておく価値はあるよね。長く滞在するなら俺も後で合流しようかな。お城に泊まる？それとも町の宿に泊まる？僕の家に来てもいいよ。行ってから決めてもいいかな。どうぞ。お城に連絡を入れておこうかな。メロルド？どうしたんです？メロルド、その様子は何かあったのですね。僕だけに聞こえる弦の音。これは僕が仕掛けた警報だ。これが鳴ったということは僕のメロディーの国にシーズが侵入した。